今回はですね、偶数奇数の比率、本数字の中で偶数の数、偶数が半分、奇数が半分、それが多いのか、それを調べるために偶数の数を数えるプログラムを考えてみたいと思います。では早速いきます。開発タブカチンです。ビジュアルベーシックいきます。ビジュアルベーシックカチンです。前回の本数字合計あります。このサブ頭をカチンとしまして、タンタンタンと開きましょう。はい。オプションの下に持ってきます。カチンです。書くのはですね、SUB スペース全角です。偶数カウントにしましょうか。偶数カウントカチンです。偶数のカウントをするコード書きます。半角に戻します。 DIM スペース行スペース AS スペース LO 上から2つ目のロングを選びます。タブです。カンマです。横につなげます。セルスペース AS スペース RA レンジ選びます。タブです。カンマです。I です。スペース AS スペース LO です。上から2つ目のロングです。はい、タブです。カンマです。数スペース AS スペース LO です。はい、上から2つ目のロングです。選択です。タブです。変数はですね、縦に重ねて書くことも構いませんし、このように横に広げて書くこともできます。横の方が行を使わなくて便利なのでいいと思います。あとですね、変数名、これを私適当につけておりますが、これ皆さん自分の好きなような変数名にできます。覚えておいてくださいね。知ってると思いますけど。はい。で、一旦変数で宣言しますと、実はヒントのメンバーにもう変数名出ます。最初の行を出すんですが、行を出してみます。コントロールスペース GY と入れますと、もう行が選ばれております。タップです。こんな感じでもう変数に宣言しますと、メンバーに出てきます。イコールです。コントロールスペース RA です。上から2つ目のレンジを選択です。タブです。カッコダブルコーテーション A の2000にしてください。 A の2000です。ダブルコーテーションカッコ閉じます。ドットエンド END、 はい、エンドが選ばれましたらタブです。カッコです。一番下 XL アップ下向きの矢印で選びます。選ばれましたらタブです。カッコ閉じます。ドット RO と入れますとローが選択されております。このままダブル打っちゃっても構いませんし、でタブで選択してもらっても構いません。はい、エンターです。FOR スペース EACH スペースセルスペースインスペースコントロールスペース RA です。上から2つ目のレンジ選択です。はい、カッコです。ダブルコーテーション、I1 コロン I です。カッコ閉じます。ごめんなさい。ダブルコーテーションです。スペーススペース行カッコ閉じます。はい、そしてエンターです。フォアの中に今回もまたフォアを入れます。FOR スペース I スペースイコール2スペース TO スペース7です。エンターです。はい、フォアイーチの中に入りました。一番最初に入ったらまたその中で2から7回繰り返すと、そんな感じです。
if も入ります。if スペースコントロールスペース CE です。セルズ選ばれましたらタブです。カッコです。セルドットロー RO って入れますとローが選択されます。タブです。カンマ I です。カッコ閉じます。スペース MOD もっと MOD これ出ないんだよね。スペース2です。イコール0スペース全です。THEN のエンターです。数、ごめんなさい。これ、コントロールスペースも出ますので、コントロールスペース KA 数出ました。タブです。皆さんですね、スペル知ってても、自動メンバーで入力することをお勧めします。ね、スペル間違いすると後で探すの面倒です。はい。イコールです。コントロールスペース KA です。数選ばれましたらタブです。プラス1です。エンターです。エンドスペース if です。コントロールスペース SE L。はい、上から2つ目にセルが見えます。選択します。タブです。セルイコールコントロールスペース KA、数が選ばれております。タブです。エンターです。ネクストスペース I です。はい、コントロールスペース KA、数選ばれましたらタブです。イコール0です。エンターです。ネクストスペースセルです。はい、エンターです。こんなんでいけるのかな？ちょっと確認させてくださいね。はい、いけそうな感じします。それでは Excel に戻ります。カチンです。開発タブ押します。カチンです。マクロです。カチンです。偶数カウント、今反転しております。実行します。はい、終わったようです。どうでしょうか？これ4なんで偶数 4つかな？ 1 個、2個、3個。はい、合ってます。これ2なんで偶数2つかな？これと、はい、合ってます。どうやらうまくいったようです。はい。では、コードの説明です。開発ボタンを押しまして、ビジュアルベーシック戻ります。このコードでですね、皆さん覚えておいてほしいのは、っていうか、この変数の宣言はほとんど一緒です。この行もですね、今回しょっちゅう使います。覚えておいてください。これ最後のデータ、最後のデータなんで、これもう1000いくつって決まってるんですけど、データを変化しますので、最後の行番号を取ってきてます。はい。でも重要なのはですね、フォア1の中にフォア i が入ってると。こんなのは序の口で、フォアの中にフォアが3つも4つも入ったりすることも珍しくありません。ですので慣れてください。NEXTi と NEXTCell。この後のこの i と cell は実は省略できるんですが、省略しないように書きましょう。キーになるところはここです。このコードはですね、偶数判定です。この mod っていうのはですね、この後の2で割った余りを表示しろってことなんです。この mod が。ですので、2に、このセルズのこの部分を2で割った余りが0の時、ね、2で割った余りが0の時、0っていうのは偶数の時なんですね。その時は数をカウントアップしてきなさいと。そういう命令です。で、これ1回入力しましたら数を0にリセットしなさいと。ね、こんな小細工も必要になってきます。はい、よろしいでしょうか。こんな感じです。では、Excel に行って、今度は Excel の偶数のあれですね、分析ですね。はい、Excel 行きます。カチンです。分析です。でしたらですね、今回こうしましょう。いきます。K の1に0です。K の2に1です。両方選択します。これ昔のやり方なんですけど、これでフィルハンドルをダラダラダラって言いますと、こうですね。はい、こうなります。L の1をカチンです。
関数入れます。カチンです。カウント if 選ばれましたら OK です。カウント if 選ばれてない方はカウント if 選んでくださいね、もちろん。はい、OK です。はい、範囲はどこからどこまでですか。ですね、i の1をカチンです。で、この状態で皆さん、シフトキーとコントロールキーを押しながら、下向きの矢印です。もう一回言います。シフトキーとコントロールキーを押しながら、下向きの矢印。やります。はい、こうしますと、最後の1667番まで選ばれております。こちらです。i の1から1667番、そう入ってます。でですね、これ絶対参照にしますので、F4 キーを押してください。押します。カチンです。はい、そうしますと、ドルチャンマークつきました。これ絶対参照の意味です。念のために、絶対参照知らない方、参考書を見て確認しておいてください。はい、検索条件です。こちらカチンです。で、K の1をカチンです。よろしいですか？ OK です。もう出るんですけどね、数字がね、31と。はい、OK します。カチンです。この右下の四角いやつ、これフィルハンドルと言います。覚える必要はありません。右下の四角に持っていきますと、これプラスの表示になります。この状態でダブルクリックでも構わないし、ダラダラでも構わないんですが、カチン、ズルズルズルでも構いません。はい、こう出ました。はい、こんな感じです。で、この表の見方はですね、偶数が0の時っていうのは全て奇数ってことですよね。その時が1600数百回のうち31回ありましたと。あとこっちです。全部が偶数の時、1600数十回のうちの3回ありましたと。そんな感じです。ですので皆さん予想するんでしたら、ね、1600回で3回しか出ないような組み合わせよりも、組み合わせよりも、ね、この辺の組み合わせで買った方がいいですね。これはですね、偶数が3個ってことは、奇数も3個です。ですので、絞るんでしたら、この範囲で絞った方がいいんじゃないでしょうか。この範囲です。これで1365回ありますから、もうほぼ8割は偶数が2個、偶数が3個、偶数が4個、この範囲で決まってるみたいです。ですので、これ参考にしてください。もしも予想されるんでしたら、予想数字の偶数と奇数の比率は、偶数が2個、3個、4個、その範囲で決めてください。はい、ひとまずこんな感じでした。ではこれ消していきましょう。はい、今回はお疲れ様でした。では次の動画いきましょう。